日の献立はこちらです。まずはきんぴらごぼうを作っていきます。泥を落としたごぼうを薄切りにしていきます。薄切りにしたごぼうは水にさらしておきます。人参も細切りにしていきます。唐辛子は種を取り除いて小さく切っておきます。かなり辛かったので半分で良いと思います。フライパンに油と唐辛子を入れ弱火にかけます。香りが立ったら人参、ごぼうを入れていきます。野菜が炒まったら調味料を入れ水分が飛ぶまで炒めていきます。このくらいで火を止めます。お好みでごまをかけます。続いて味噌汁を作ります。今日はキャベツの味噌汁です。キャベツは食べやすい大きさにザクザクと切っていきます。今日はだしパックでだしを取りました。具材を入れて柔らかくなるまで煮ます。キャベツが煮えたら火を止めて味噌を溶き完成です。メインを作ります。今日はカレーの煮付けです。一緒にネギと豆腐を煮ていきます。フライパンに水 100ml、砂糖大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ2、酒 80ml、生姜を入れて煮立たせます。煮立ったら魚と具材を入れていきます。すべて具材を入れたら煮汁をかけて落とし蓋をして20分程度煮ていきます。汁が少なくなったら完成です。盛り付けていきます。2日目の献立は豚汁定食です。まずは豚汁の具材を切っていきます。大根は厚めに皮を剥いて半月切りにしていきます。ごぼうは泥を落としてささがきします。ささがきは水にさらしてアク抜きします。人参は薄切りにしていきます。こんにゃくも薄切りにしていきます。鍋に油をひいて豚肉を炒めていきます。豚肉が炒まったらすべての具材を入れていきます。具材を軽く炒めます。具材が炒まったら水 600ml、だしの素を入れていきます。野菜が柔らかくなったら火を止めて味噌を溶きます。豚汁の完成です。メインを作ります。今日は鶏肉の照り焼きです。余分な油を落として一口大に切っていきます。フライパンで皮目から焼いていきます。片面が焼けたら裏返しにして蓋をして蒸し焼きにしていきます。
火が通ったら砂糖、醤油、酒、みりんを大さじ1ずつ入れていきます。煮詰めて照りが出たら完成です。レタスを乗せた皿に盛り付けます。最後に豚汁をよそって完成です。3日目は簡単味噌炒めです。最初にスープを作っていきます。ネギは斜め薄切りにします。お湯を沸かした鍋にネギ、鶏ガラスープの素を入れていきます。ネギに火が通ったらわかめを入れてふやかします。火を止めて完成です。サラダを準備します。レタスはきれいに洗って手でちぎります。豆腐も手でちぎって盛り付けます。ドレッシングを作ります。いりごまは潰していきます。あればすりごまを使ってください。マヨネーズ大さじ2、醤油大さじ1、酢大さじ1、砂糖小さじ1を入れて混ぜていきます。しっかり混ざったらサラダにかけます。メインを作ります。キャベツは5センチ幅に縦に切り、さらに半分に切っていきます。切ったキャベツはバットに置いておきます。ピーマンは指でヘタの部分を押し、種を取り除きます。こうすることでうまく種を取り除くことができます。ピーマンも食べやすい大きさに切っていきます。野菜の準備ができました。フライパンに油を熱して豚肉を炒めていきます。豚肉が炒まったら野菜を入れていきます。しんなりとするまでしっかり炒めていきます。野菜が炒まったら味噌大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1/2を入れてしっかりと混ぜていきます。しっかり絡んだら完成です。4日目はチーズロールキャベツです。まずはサラダを作ります。ごぼうはアルミホイルで泥を落とします。包丁よりも簡単だったのでアルミホイルにしました。ごぼうはピューラーで薄切りにし、水にさらしてアク抜きしておきます。人参も皮を剥いてピューラーで薄切りにしていきます。ピューラーを使うことで包丁やまな板を使わず楽に調理できます。ごぼうも一緒に合わせてレンジで加熱していきます。加熱が終わったらしっかりと水気を切ってツナ缶と調味料と和えていきます。マヨネーズ大さじ1、醤油、砂糖小さじ1を入れてしっかりと混ぜます。混ざったらごぼうと人参を入れてさらに混ぜていきます。完成です。盛り付けてお好みでごまをかけます。味噌汁を作ります。今日は大根の味噌汁です。皮を剥いた大根は細切りにしていきます。
鍋に大根、だしの素を入れ柔らかくなるまで煮ていきます。煮えたら火を止めて味噌を溶き完成です。メインを作ります。今日はロールキャベツ風にするので大きめの葉を4枚準備します。耐熱容器に入れてラップをしレンジで3分加熱します。やけどに注意して取り出し粗熱を取ります。粗熱が取れたら芯の部分をそぎ切りにして取っていきます。中に入れる鶏胸肉を準備します。1枚を4等分にして真ん中から開いていきます。柔らかくなるようにフォークで刺して塩コショウ、酒をまぶしておきます。先ほど準備したキャベツに鶏胸肉、チーズをのせて折りたたみくるくると巻いていきます。とじ目はようじでしっかりと留めます。4つ作り終えたら水600にケチャップ大さじ2、コンソメ大さじ1を入れてしっかりと混ぜます。混ざったらキャベツを入れていきます。中に火が通るまで15分ほど煮ます。出来上がったら盛り付けます。チーズが漏れやすいので四角いスライスチーズがあるとそちらの方が良いかもしれません。スープも盛り付けて完成です。5日目の献立はガパオライスです。はじめにスープを作ります。今日はキャベツと人参のコンソメスープです。キャベツは芯を取って小さめに切っていきます。芯も薄く切って使います。人参は角切りにしていきます。鍋にお湯を沸かして野菜、コンソメ小さじ2を入れて煮ていきます。野菜が柔らかく煮えたら塩コショウで整えて完成です。次にガパオライスの具材を切っていきます。ピーマンは種を取り除きます。ピーマンは角切りにしていきます。玉ねぎも同じ大きさに角切りにします。フライパンに油を温めて玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎが炒まったら鶏ひき肉を加えて炒めていきます。鶏ひき肉に火が通ったらピーマンを加えます。全体に火が通ったら鶏ガラスープの素、砂糖、醤油小さじ2、オイスターソース大さじ1を入れて炒めていきます。全体に混ざったら完成です。目玉焼きを焼いておきます。ワンプレートに盛り付けて完成です。
レタスは濡らしたキッチンペーパーで根元を包み、ビニール袋に入れて立てて保存します。ピーマンはきれいに洗っていきます。水気をしっかりと拭き取っていきます。水分を拭き取ったら 2,3 個ずつキッチンペーパーに包んでいきます。こうすることで 2,3 週間パリパリのまま持たせることができます。すべてビニール袋に入れて冷蔵庫で保存します。ごぼうは長かったので半分に切り、新聞紙かキッチンペーパーに包みます。ビニール袋に入れて立てて保存します。